前回のユニバースサンドボックスの動画で、ゼットンの1兆度の炎を再現してほしいっていう言葉が結構あったんですよね。ゼットンっていうのはウルトラマンに出てくる怪獣で、1兆度の炎を吐けるらしいんですよね。空想科学読本でもすでにやり尽くされたネタではあるんですけど、今日はこのユニバースサンドボックスで、1兆度ってどんなものなのかを検証していきましょうか。じゃあ、やっていきましょうか。これが生命の源、太陽です。太陽は、だいたい5502度らしいんですよね。これを、1兆度にして、どうなるか見てみましょうか。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆。あったいきなり青くなっちゃったけど。これで時間を進めてみましょう。あ？太陽が消滅した？みんな、地球、金星、水星。あれ？太陽が、木星くらいの重さになって、おかげで、地球とかどっか飛んでっちゃいましたね。ちなみにその頃、太陽を失った地球では、そうなるよね。表面温度マイナス174度、地球の温度が全部マイナス174度になってます。日本どれだ？日本もなくなっちゃいましたね。仕方ないのでちょっと、レーザーで温めてあげましょう。どうだ？暖かくなったろう。レーザーの当たったところは、33,000度になりました。これには地球も、にっこり。ちょっと温めすぎちゃったかな。ちょっと、温めすぎて地球が蒸気になってしまいました。もうちょっとゆっくりにして1兆度にしたら何が起きるのか見てみましょうか。リアルタイムにして1兆度にしてみましょうか。さあ、地球の温度が無限って書いてますね。よく見ると、太陽系の温度がめちゃくちゃにバグりましたね。地球にも謎の線が入り始めました。で、時間進めてみましょうか。すごい勢いで蒸発してますね。海が。地球が塩になっていく。1兆度の青い太陽を見ている方は、もう、こんなになっちゃってます。さらに時間を進めると、地球がちっちゃくなっていく。地球が、ちっちゃくなっていく。地球がものすごい勢いでちっちゃくなってる。太陽が1兆度になったおかげで地球が蒸発してんのかなこれもしかして。ただ、表面温度はマイナス270度くらいになってますね。なんでだろう。太陽も燃焼し尽くしちゃったのかな。太陽はさっきみたいに木星みたいになってますね。太陽の温度を1兆度にすると、太陽は木星になって、地球はちょっと蒸発してしまうと。そういうことが分かりましたね。ただ、ウルトラマンで地球にやってきたゼットンっていう怪獣は、普通に地球の上で1兆度出せるらしいんですけど、月くらいの距離だったらどうなるのかな？地球の横に太陽を置いて、眩しい！そんで、地球の横に地球と同じ大きさの太陽を置いて、で、表面温度を1兆度にすると。さあ、どうなるんでしょうか。太陽一瞬で燃え尽きたけど、その一瞬の間で地球もダメにされてしまいましたね。地球から水分と水素と計算塩が消滅してますね。この一瞬の間に。せっかくだから5000兆度にしてみましょうか。5000兆度の太陽。さあ地球はどうなってるかな？あれ？時間止まってる状態なのに地球の温度がマイナス273度になってる。太陽あまりの暑さに時間の止まった世界に入門してきましたね。さあ時間を進めると、やっぱり表面温度が無限になると、そういうわけですね。ただやっぱり地上で1兆度を達成したいですよね。このゲームこの前レーザーが追加されたんで、ちょっと1兆度のレーザー放ってみましょうか。1兆度のレーザー放したかったんですけど、温度で放てなくてワットでしか撃てなかったんで、1000ジゴワットのレーザーを撃ってみましょうか。岐阜県と言いたいところだけど、レーザーが似合うのはやっぱりワシントン DC あたりかな。
死ね !1000 ジゴワットくらいのレーザーじゃ、そんなに熱くなりませんね。まあ、そんなにって言っても130度になりましたけどね。ワシントン DC のあたりが。ついでに南極も温めとくか。さらに1000倍。さらに1000倍。さらに1000倍。あ、やべ。アメリカが合衆国改め、南カナダクレーターでございます。ちょっと、やりすぎちゃったね。地球の最低気温が10度超えてる地球の最低気温が16度、さらに上昇中。これ南極とかに行っても、半袖でいい感じですね。あ、すごい。南極の温度が27度になってる。やっちまったなぁ。南カナダクレーターのあたりは6000度。で、そこからどんどん離れてって、一番反対側まで行っても、やっぱり170度ありますね。ただ、これでも1万度でしょ？私がやりたいのは1兆度なんですよね。10倍。10万 Y ワット。もう Y って何なんだ？メガ、ギガ、テラ、ペタ、E、Z、Y。もうなんかわかんない。なんとか Y ワット。10万 Y ワット。これちょっと打ってみましょうか。この南カナダクレーターに。あ！これ、キザルが地球にドロップキックかました時に見た光景だ。地球の表面温度が3000万度超えてる。でもこれでも3000万度か。全然足りないっすね。もうちょっと打ってみるか。4000万度。なかなか1兆度って厳しいですね。まあ、なんていうか、もう地球が綿あめみたいになっちゃってますけど。なんかおかしくないこれ。なんで4200万とマイナス273の平均が4億なの？ならんちゃ？今 Google で調べたんですけど、ギガの次がテラ、ペタで、その次がエクサ、ゼタ、ヨタらしいですね。で、まあ、1乗っていう単位らしいです。ってことはさっき言ったレーザーは10乗ワットのレーザーってことになりますね。10乗ワットのレーザーってもうわかんねえな。この10光ワットのレーザーを地球に撃ってみましょうか。まあ、なんていうかどうなるのかもう完全に予想つきますけどね。暗い10光ワット。ピン。地球の温度が上がっちゃったね。あれでも1000万度だ。5000兆度とか絶対無理なんじゃないの？いや、5000兆度じゃない。目指してんのは1兆度だったわ。8億度でしょ？おかしいな。あ、すごい！レーザーの半径を97000キロにしたら、すげえサイケデリックなことになった。すごい。で、表面温度が10億度、32億度。32億度か。もっと上げるか。もう適当に連打するか。全然レーザーの出力上げまくっても、いかないんですよね、1兆度は。おかしいな。太陽にもレーザー撃ってみるか。やっぱ1兆度っていうのは、自然界にはない暑さなんじゃないですか？時間進めてみましょうか、これでどうなるか。地球がまあ、そうですよね。地球が綿あめになってしまいましたよ。表面温度31億度くらいになっちゃうと、さすがの地球も綿あめになっちゃいますよ。ちなみに、表面温度31億度の地球の周りに月があったら、月は関係あんのかな？なんか、月の平均気温も500度超えてますね。さすがにね。さすがに地獄の豪華も31億度ないと思いますよ。いや、わかんないな。地獄の豪華って何度なんだろう。ちょっと、ググってみよう。ウィキペディアによると、灼熱地獄に落とされると、豆粒ほどの灼熱地獄の火を地上に持ってきただけでも、地上のすべてが一瞬で焼き尽くされるというって書いてありますね。じゃあ、これくらいか。さっきのがあれか。いわゆる地獄絵図ってやつだったんですかね。そっか。こういう感じか、地獄って。もっと調べてみたら、ビッグバンの直後は宇宙4兆度くらいやったらしいんですよね。だから惑星1
個を1兆度にするみたいなのは、宇宙作るエネルギーがないといけないってことなんですかね。仕方ね。こっちの平均表面温度を1兆度にするか。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆。はいもう、ダメだ。1兆度にしたらマイナス273度になってしまいました。もうゲームがね、1兆度をサポートしてない、これ。ゲームの負けですよ、これはもう。何せよ、このゼットンが地球にやってきて、1兆度の炎を吐いたら、地球どころか多分太陽系も相当やばいことは分かりましたね。今日も非常に驚異的な動画だったと思います。それじゃあ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また今度。